どうも皆さんこんにちは、しとと申します。どうも、わたるです。しとさん、今回は一体どうしたんですか？急に僕を呼び出して。ちょっと君には生徒役として呼ばせてもらったよ。生徒役？今回ボートレース琵琶湖さんからの依頼で、ボートレースの基本的な説明とどうやって購入するのかといった初心者向けの動画の制作を依頼されていてね。本当は江戸くんを生徒役にしようかと思ったんだけど、ちょっと彼人の話聞かなそうだし、初心者というにはいろいろかけ離れているだろう。まあでも運任せでまともに予想してないという点ではある意味初心者かもしれませんよ。僕らもかれこれ6年ほどボート系 YouTuber として活動しているけど、一度も初心者向けの動画を作ったことないから、僕らもおさらいの意味を含めて改めてボートの基本のキーから勉強していこうか。ちなみに今日は以下の内容で説明しようと思うよ。1、ボートレースの基本情報。2、出走表の見方。3、モーター。4、船券の買い方。5、的中率、回収率とは。この5つを順番に説明していきます。わかりました。では今日一日よろしくお願いします。まずはボートレースの基本情報について説明していくね。ボートレースは通常6艇で争われる競技で、1周 600m を3周して、どの艇が順番に1着2着3着になるかを予想する競技です。本来は2連単とか3連複とかあっていろんなかけ方があるから最初困惑しますけど、基本的には1着2着3着を順番に当てる3連単が今のボートファンの間では主流ですよね。そうだね。で、ボートは基本的に走行距離が短い内側のコース、つまり1コースが有利と言われていて、この1コースから走る選手の1着率は 50% 以上もあるんだ。特に琵琶湖は1コースの選手が勝ちやすい場でもあるから、基本的に1が1着になる予想になると思うよ。内側のコースが勝ちやすいなら外側の選手はどうやって勝つのって疑問に思った方もいると思うけど、この疑問を解決するのがボートレース独特のルール、フライングスタートなんだ。わたるくん、フライングスタートについては説明できる？はい。ボートレースは他の陸上競技みたいに止まった状態からよーいドンとスタートするんじゃなくて、スタートラインの手前から助走して決められたタイミングにスタートラインを一斉に通過するというルールです。おー、大体合ってるね。この加速しながら一気にスタートするのがボートレースの面白みの一つであり、初心者の人には少し分かりづらくしている部分でもあるね。最初はいつどこでスタートしたか分かりづらいと思うけど、何回か見ているうちに慣れてくるよ。一回実例を見てみようか。向かい風は5、6メートルぐらい。いくよ。はい、3、2、1、ここ。今スタート切ったら分かったかな？いや、絶対初心者わからないですよ。まあそこは見て学べだね。だいぶスパルタですね。フライングスタートは選手一人一人がタイミングを見計らってスタートするから、ちょっと遅れたり逆にめっちゃ速いスタートする人がいて差が出るんだ。もちろんスタートする前にスタートラインを越えてしまうと失格となってしまうけど、このスタートを正確に早く決めることができれば外のコースにいる人でも勝機がある。誰が一番早くスタートを切って1着を取るかっていうのもボートの注目ポイントの一つだよね。で、このスタートを切った後は各選手の走りとターン技術勝負となっていて、競り合っていく中で誰が最初にゴールするかを予想する競技となっているんだ。この競り合いをするときはもろに選手の技量が出るんですよね。ある程度選手のこと知ってる人たちはどの選手を買えばいいか分かりますけど、初心者には厳しいですよ。そこで選手の技量やレベルがどれぐらいあるのかを知る上で役立つのが次に説明する出走表なんだ。これがボートレースの出走表なんだけど、まずこのボートの出走表で選手の技量を簡単に見分けるポイントは主に3つ。級別、全国勝率、そして平均スタートだね。まず級別についてだけど、ボートは4段階の階級に分かれている。一番下が B2、次が B1、A2、そして A1 となっていて、A 級の選手であればあるほど腕があると思っていいし、 A1 となったらかなり強い選手と思っていい。ボートレーサーは合計で1600人いて、 A1 は全体の 20% しかなれない超トップの選手である証なんだ。ちなみにボートレースはいろんなグレードのレースが存在して、一番下のグレードは一般戦、次に G3、G2、G1 となって一番上のグレードレースは SG と呼ばれている。 G1 以上のレースは原則 A 級しか出られないから超ハイレベルな戦いが見られるよ。もちろんグレードが上がれば賞金も上がるし、年に8回しか開催されない SG は最高賞金1億円もあるんだ。琵琶湖では毎年秋頃に G1 琵琶湖大賞をやっているので、そこも要チェックだね。 A 級揃いの戦いって聞くだけでなんか胸高鳴りますよね。
ただ A 級といっても時期によって不調な選手もいて B 級とあまり変わらない成績になっている可能性もあるので、その確認を含めて勝率を見た方がいいね。この全国勝率というのはマックスで10点で一番下は0点。10点に近ければ近いほど強くて0点に近いと弱い選手ってことになる。そして全国勝率の下に書いてある数字は全国2連対率と3連対率で、これはこの選手が平均で何%の確率で2着以内に入賞しているのか、または3着以内に入賞しているのかを表にしているんだ。この出走表を例に出すと、1号艇の選手は 32.99% の確率で2着以内に入賞して、46% の確率で3着以内に来てるってことですよね。その通りで、お次に見た方がいいのは平均スタート、つまり平均スタートタイミングってことだね。これはこの選手のスタートの速さの平均を表したものですよね。そう、ゼロに近ければ近いほどスタートがめちゃめちゃ速いってこと。この出走表だと5号艇の選手が 0.13 秒と6人の中で一番速い平均スタートを誇っているということになるね。なのでボート初心者は選手を判断する上で主にこの3つを見ればある程度その選手の技量を測れると思うよ。基本的にスタート速くて勝率高い選手が予想の軸にはなりますよね。あと勝率を見る上で全国だけじゃなくて当地勝率も参考にしていいかもね。これは当地、つまりこの場合だとボートレース琵琶湖での勝率が書かれている。全国では勝率低いけれど琵琶湖では勝率高いっていう選手も結構いるから。ちなみにシトさん、この出走表の ST の横にある F と L って何でしたっけ？あ、そこの説明忘れてた。ナイスパスだよ、渡るくん。この F と L は何回フライングと出遅れ、つまりスタート事故をしたかという表記なんだ。さっきも説明したけど、ボートレースはこのフライングスタート方式が採用されているから、このスタートは当然本来スタートしないといけないタイミングより早く行っちゃったり、逆に大幅に遅れてしまう選手も出てくる。選手がスタートで事故を起こしてしまった場合は、こんな感じで事故を起こした回数が記載されるんだ。この出走表の場合だと5号艇と6号艇の選手が F1 と表記されているけど、これはつまりフライングを1回起こしてしまっているということなんだよね。フライングを起こすと何かペナルティってあるんですか？フライングか出遅れを起こすとその選手は30日間強制的にレースに出場できなくなるんだ。つまり無給ってことだね。F1 だと30日、F2 だと60日、F3 だと90日、F4 だと180日間出場停止になる。仮に F2 をすると30日プラス60日で合計90日間レースに出られなくなるから、稼ぎが少ない選手は死活問題になるんだよ。 F を1本でも持ってる人はもうペナルティを受けたくないからスタートが控えめになる可能性があるってことですかね。選手によってそうだね。だから予想するときに F や L がないかのチェックはとても重要になるんだよ。さて、お次の項目はモーターだね。渡るくんはモーターってどれだけ重要視してる？かなり重視してますかね。よく言われてるのがボートのモーターの部分って競馬でいう馬の部分ですから、そこ軽視したらかなり痛い目見ますよね。そうだね。どんなに選手の技量が高くてもポンコツモーターを使っていたら全然勝てなくなる。人によってはモーターが全てと断言するくらいボートレースでは重要な要素だね。ただボートレースのモーターは選手がくじ引きで決めるというルールになっているんだ。ボートレースは基本6日間開催で、選手は6日間同じモーターで戦うんだけれども、このモーターの抽選で勝敗がかなり分かれたりする。選手としてはかなり運の要素が強い部分ですよね。いいモーターを引き当てたら優勝する可能性は高くなるけど、強い選手は悪いモーターを引き当てたとしてもちゃんと整備して戦える足にする整備技術も持っているから、必ずしも運が全ての世界ではないんだけどね。このモーターの良し悪しに関してはさっき見せた出走表にもある程度情報が書いてあって、主に見た方がいいのはこのモーターの2連対率ってとこだね。過去にこのモーターを使った選手が何%の割合で2着以内に入賞したかが記載されているけど、当然 100% に近ければいいモーターである可能性が高いってことだね。ただこのモーターは生き物のようにその日の気象条件や選手の技量、整備によって出方が変わったりするから、もしちゃんとモーターの良し悪しを判断したい場合は琵琶湖の YouTube 公式生配信でリアルタイムでの解説を参考にするといいかもね。
さて、ある程度ボートレースの基本を理解したところで早速船券を買ってみよう。今回はテレボートでの投票方法を教えるね。まずはテレボートのアカウントを開設する必要があるので、検索エンジンでテレボート申し込みと検索して登録を済ましてください。自分のテレボートの投票用アカウントが無事開設できたら、インターネットからテレボート投票サイトに行くか、アプリでテレボートをインストールしてね。個人的におすすめなのはテレボートのアプリをインストールすることだね。アプリを開いたらログインを行い入金をしてね。入金を行ったら購入したい錠を選択し船券を買っていきます。通常投票よりもおすすめなのはフォーメーションに変更して打ち込むことです。今回は14全を購入して各100円で買っていきたいと思います。合計金額を打ち込み投票と押せば投票完了。あとは締め切りまでレースが始まるのを待ってレースをリアルタイムで楽しんでください。では最後に的中率と回収率について説明するよ。なんかいきなり小難しい話になってきましたね。ちょっとややこしい感じはするけど、ボートレースをする上でこれはとても重要なんだ。ボートレース初心者が必ず最初にぶち当たる壁だからね。的中率はその名の通り、船券を購入したレース数に対する的中レース数の割合。回収率はかけた金額に対してどれだけ戻ってきたかを表すパーセンテージなんだ。もしボートレースでプラス収支を上げたいと考えているなら回収率を意識した方がよくて、 100% 以上であれば勝ち、それを下回ったら負けということになるね。もちろん全部のレースを当てるに越したことはないけれど、的中率が高いからといってプラス収支に必ずなるとは限らないので、それは念頭に入れておいた方がいいよね。この的中率と回収率のバランスは個々人によって変わってくるけど、僕はどちらかというと回収率を意識した船券を買うのをおすすめしているね。なんかパーセンテージとか率とかいろいろ小難しいワードが出てきて頭がこんがらがってきちゃいますよ。まあでもいきなり回収率とか的中率とかバランスを細かく考えると大変だから、とりあえず最初のうちは合成オッズ3倍ぐらいを目標に船券を買うといいよ。合成オッズ3倍？もっと分かりやすく言うと、かけた金額の3倍くらいのお金が返ってくるように船券を買うってことだね。例えば1000円かけたら3000円戻ってくるようにする。とりあえずこれだけ覚えてくれたら最初のうちは大丈夫かな。またこの回収率と的中率に関しては中上級者向け動画で詳しく説明するね。改めてボートレースっていろいろ考えることがあって大変だなーって思いました。ちなみにボートレースの情報の見方わからなくてややこしいなーって感じたら、琵琶湖の AI サイトを見るのがおすすめだよ。琵琶湖の AI サイト？そう、この琵琶湖ボートレースが公式で出している AI サイトは的中率は 34% で回収率も 92.9% とかなり高精度を収めているんだ。出している回目も5点と小点数だし、もし予想に困ったとかまだ自分で予想することができないっていう人はこの AI の予想に乗ったり参考にして自分なりにアレンジして船券を買うのも一つの手かもね。もちろん無料だし面倒な会員登録も必要ないから気軽に誰でも見れるサイトとなっているよ。へー、これ便利そうですね。早速チェックしてみます。今回は初心者向け動画となったけど、次回は中上級者向けにいろんなデータの見方を紹介していこうと思うから、そちらもぜひチェックしてみてね。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。